どうも、クーピーチャンネルです。今、神奈川県のキャンピングカービルダーステージ23にいます。今からこの新しく発売されたキャンピングカーお花プロで2泊3日の車中旅に行ってきます。お花プロはマルチルーム完備、 DC12V クーラーとリチウムバッテリー、冷蔵庫に電子レンジ、換気扇、テレビ、バックミラーモニター、ドラレコナビ、キャンピングカー専用の FF ヒーター、屋根に 200W のソーラーパネル。これ全てが標準装備で価格が500万円以下のキャンピングカーです。キャブコンの中でもライトキャブコンと呼ばれるキャンピングカーで、自分もライトキャブコンを所有してますので、オーナー目線で違いなどをチェックし、車中泊を通じて体感してお伝えしたいと思います。今回の車中泊旅で気になる点がこの DC12V クーラーですね。このキャブコン全体ちゃんと冷えるのか、何時間使用可能なのか、あと騒音も計上します。もう一つ楽しみなのは走行性能ですね。こちらは足回り強化されたキャンピングカーになります。具体的には前後のスタビライザー、この黄色い棒がスタビライザーです。これで左右のボールを押さえます。そしてバネみたいなやつ、車庫長付きのショックアブソーバーです。キャンピングカーシェルが重いのでリアが下がるんですけど、それを上げてショックも和らげます。そうすることにより走行性能がかなり安定します。そしてフロントの強化ブレーキパッドです。前回の内外装編で軽く試乗した時はかなり良かったです。もう普通車のように走ってくれました。今日は一般道を走行し、普段使いスーパーなど寄って駐車も確かめます。あとは 1500cc のパワーなんで上り坂しっかり走るかも確かめます。2日目は高速道路での風の煽りを体感します。このステアリングセンター、ここに赤のテープ貼っときます。これで風の煽りの時ハンドルの操作が分かると思います。前回のお花プロ内外装編はこの動画の概要欄にリンク貼っておきます。今から車中泊の荷物積み込んで、実際の車中泊旅での重さにして走行性能を確かめます。はい、お水満タンしました。こちら地下水ということなので洗い物などに使用します。お水はこのリアのベッド、この下にあります。車中泊用のアイテムはこういった IH やフライパンですね、炊飯器などで、クッキングシートやサランラップ、お皿とかも持ってきました。収納スペースはたくさんあって、この上部の収納とこのギャレー周りにも収納あります。ですが今回はこのマルチルーム使わないんで、もうここにこのまま収納しておきます。電源関係なんですけど、このサブバッテリーのリチウムバッテリーはこの DC12V クーラーの検証で使いたいんで、ポータブルバッテリーを2台持ってきました。こちら容量 1000Whタイプを2台です。かなり重たいですが重量を増すために2台持ってきました。ここの隙間にちょうど合いましたね。こちらは料理などの電気に使います。外気温分かるように温度計、このシェルの影のところに設置しておきます。それでは安全運転で行ってきます。わ、やっぱりトルクありますので低回転機での街乗りはすごい快適です。ぐんぐん進んでくれます。でもこのタウンエースエンジンが 1500cc、 そして後ろに大きいシェルが乗ってます。なので加速や上りが不安ですね。後で信号スタート0から40や0から60を実際にタイム計測します。そして山へ行って上りやコーナリングを体感します。一般道の燃費も気になりますのでガソリン満タンにして計測します。タウンエースのガソリン給油口は運転席のすぐ横にあります。レギュラー満タン。はい、今幹線道路に入って50キロ60キロ走行してるんですけど、加速は問題ないです。前の車に平坦ではついていてくれます。全然後ろに大きいシェルが乗ってるのを忘れるぐらいの加速をしてくれました。はい、次ですね、信号先頭になったら1回0キロから60キロまでフル加速してみます。でタイム計測してみます。せーの、はい。はい。やっぱりエンジンの排気量が 1500cc で重いシェル乗ってるんで、そこまで加速は良くないといった感じでした。背中を押されるような感じの加速はなかったんですけど、街乗りだったらこのぐらい出れば問題ないかなと思います。アクセルの踏み具合は7割ぐらいでした。現在60キロで上りに入ってきました。今60キロキープしています。でアクセルなんですけど少し
速度が落ちてきたんで強めに踏んでます。今半分ぐらい強めに踏み出しました。そうするとギアが下がって力強く加速してくれます。今60キロキープしています。このぐらいの上り坂、街の上り坂は問題ないですね。はい、街乗りでの静粛性なんですけど、やっぱりですね、この左後方シェルとこの前のそのつなぎ目のところから騒音が聞こえます。ただめちゃくちゃ大きいというわけではないんで、助手席と運転席の会話は問題なくできると思います。ただ後部座席は聞こえにくいと思います。乗り心地なんですけど、こういった一般道にあるマンホールのショックですね、凸凹のところ乗り上げてもほとんどショックを感じません。今はまだ比較的道が綺麗というのもあるんですけど、今からスーパー向かいますので、お店入る時のショックなどですね、段差ショック、その辺も体感してみます。はい、じゃあスーパーのこの段差ショックですね、体感してみます。あ、なるほど。結構ね、普通に揺れますね。ただそんなに嫌な揺れじゃないです。上下はするんですけど、ガタンというのはなかったです。はい、スーパー到着しました。ここで食材買ってきます。スーパーの駐車場、実際に駐車してみてなんですけど、横の線ちょうどギリギリでした。反対側もこんな感じでちょうどです。この二重線ですね、こういった線のところは比較的余裕で止められます。そして後ろはギリギリまで下げて、前もちょうど収まってます。全長5メーター以下なんで長さは問題ないですね。こういった広めのスーパーで屋根がなくて隣同士二重の線のところは全然問題ないですね。狭くて1本しか線ないところだったら止めるのはちょっと嫌かなと思いました。今ね、外気温が26度で車内が 28.4 度とそんなに暑くないんですけど、明日の天気が雨っぽいんで、今スーパー買いに行っている間とちょっと休憩する間、エアコンつけて1時間で何度温度下がるか、バッテリー何%減るか検証してみます。キャンピングカーのサブバッテリー容量 100Ah のリチウムバッテリーの残量は現在 100% です。走行充電で満タンになりました。外気温 26.1 度、中の温度 28.5 度、これでスタートします。エアコンは本体の操作とこのリモコンがあります。もう設定温度一番下げておきます。5度になりますね。じゃあ5度でいっておきます。風量もマックスでいっておきます。運転席と後部座席の仕切りカーテンは閉めておきます。それではいただきます。はい、ちょうど1時間経ちましたんで、現在の温度調べていきます。車内が 23.9 度ですね。現在の外気温の温度が 26.8 度です。そしてこの1番 30.6 度っていうのが、このカーテンの向こう、運転席の方に温度計入れてきました。やっぱり運転席はかなり熱くなってます。現在のバッテリー残量なんですけど、結構減りました。 62% になりました。で、現在の消費電力は 454W です。ちょっと車内寒かったんで風量は一番弱くしてます。外気温が27度付近と日中なんですけど、そこまで温度上がってないんで、また明日以降ですね、暑い日ありますんで、その時に再検証します。それでは再出発します。ちょっと早いんですけど、もう早めに銭湯でお風呂入ってきます。はい、駐車場内が舗装されていなくて凸凹です。めちゃくちゃ揺れます。おお、はい、
一番端のところに止めさせてもらいました。このタウンエース、地面とボディの間が結構高いんで、こういったアクロ走行にも向いてますね。今回お借りしたこのお花プロは2区なんですけど、4区も選べますんで、4区にすれば雪道とかも強そうですね。まだ明るい。いや、ここの銭湯めっちゃ良かったです。すごい綺麗で、そしてなんといってもサウナが広かったです。露天風呂も充実していて、また来たいなと思いました。今日はまだ時間ありますんで、山の方に行って道の駅で車着します。行く道の駅なんですけど、去年ですね、ステージ21のキャンピングカー、このタウンエースのバンコバージョンルクシオプロ、そちらをレビュー車中泊した時に使った道の駅清川というところに行きます。ちょっとくねくねした道も通りますんで、そこでコーナリングを体感します。はい、赤で先頭誰もいないんで強めにブレーキ踏んでみます。はい、結構効きますね。キャブコンって本当に効かないんですけど、やはり強化ブレーキパッド入ってますんで、普通の車までは効かないんですけど、キャブコンにしてはしっかり止まってくれました。はい、今結構きつめのコーナリングなんですけど、かなり安定しています。やっぱ足回りこれ固めですね。はい、ずっとね緩やかなコーナリングが続いてるんですけど、このぐらいならすごい快適です。ほとんど傾きません。ゴツゴツした路面の感じはあるんですけど、この左右のロールがかなり少ないんで、緩やかな山道は快適に走行できます。はい、到着しました。はい、今ついてまだエンジンアイドリングでついてるんですけど、この発電が342ワット発電されています。電流が 25.5 アンペアです。サブバッテリーの方も 77% まで回復しました。走行中だったらもっと発電されていると思います。まだ明日調べてみます。そして走行中のコーナリング性能めちゃくちゃ良かったですね。ほとんど傾きませんでした。今日は緩やかな山道だったんですけど、明日はもっと山深いところ行きます。もっときついコーナリング体感してみます。こんなにもしっかりしているなら、キャブコンの大敵、高速道路の風の煽り、トラックの追い越し、そういった時に全然揺れないかもしれません。明日高速道路も走りますんで、その辺を体感します。それではいただきます。今車内の温度なんですけど 26.4 度とそんなに暑くないです。で車外は22度なんでかなり涼しいですね。なので窓を開けてルーフベントで換気すれば温度は下がると思うんですけど、この 12V クーラーの騒音検証をしたかったんで、一旦つけて車内の温度をもうちょっと下げます。そして中の騒音と外の騒音をデシベル測定してみます。じゃあ風量弱でつけておきます。今現在テーブルの上の騒音が、この風の音は聞こえる感じでした。車体下にあるコンプレッサー、ここについてるんですけど、この下、この音はほとんどしません。ちょっと低い音がブーンってなってるぐらいです。やっぱり家庭用クーラーに比べたら全然音はするんですけど、ポータブルクーラーと比べるとかなり静かだと思います。はい、じゃあ外も測っておきます。静か駅の音、すぐ横ですね。この位置で測ってみます。このすぐ横のところ、1個上げたところは65デシベル、まあまあ音聞こえました。はい、次は車2台分ぐらい離れて騒音検証してみます。車2台分ぐらい開けると59デシベルでした。ここまでちっちゃくなるとそんなに気にならないと思います。ただですね、もし隣に車がいて、その車が窓開けて休まれていたら使用しない方がいいかなと思いました。はい、じゃあもうクーラーを切ってルーフベントの換気に切り替えます。他の窓はシェードにして外から見えなくしておきます。なんか夜になってこうやって電気つけてみたら結構間接照明もあっておしゃれな空間ですね。この LED バーライトの色すごい落ち着きます。ギャレーのこういった隙間にも LED の間接ライトが仕込まれてます。
この車内は白が基調なので照明が映えます。でこのルーフベントにも照明ありますんで、これつけるとかなり明るくなります。はい、じゃあ換気しておきます。入り口のドアの隠すものがありません。今日お風呂で使ったタオルちょっと濡れてますんで、ここに干しときます。あ、ちょうどいいですね。タオルも乾くし。それでは今日の車中飯なんですけど、ステージ21さんから肉を焼いてもいいという許可が出ましたんで、このステーキを焼いて車内の換気能力を調べます。できるだけ油飛び散らないようにアルミホイルなどをかぶせて焼きます。そしてこの水蒸気や煙などをこの窓から排出します。なのでこの換気扇は空気を吸うんじゃなくて中に入れるように逆にします。他の窓を開けてないんで、この換気扇から入った空気がここに流れて全部煙や匂いが排出される予定です。今日はシンクの使い心地も確かめたいんで、アルミホイルなどは引かないでこのまま焼いていきます。軽く油を敷いて IH は中火でフライパン温めていきます。うわ、分厚い。油の飛び散りを防止します。両面1分半ずつ焼いていきます。さあ、もうこれでいきましょう。あとはアルミホイルの上に乗せて保温で火通していきます。結構空気がね流れていったんで匂いは残ってないと思います。また明日の朝チェックしてみます。さあ、カットしていきます。何気にこのクーラーの前こういった感じで台あるんですけど、これ調理中めっちゃ便利です。どうでしょうか。自分レアが好きなんで柔らかめに焼きました。あとはこの野菜盛り合わせと一緒に購入した宮のタレ、ステーキ用のタレですね、こちらかけていただきます。いや、めちゃくちゃ美味しそうです。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。それでは洗い物していきます。水道はここのスイッチを押します。あとは蛇口をひねると水が出てきました。シンク結構狭そうなんですけど、使い勝手どうでしょうか。あ、この水道蛇口はこんな感じで上に上がります。はい、洗い物完了しました。このライトキャブゴンクラスでは少しシンクが狭いかなと思ったんですけど、このフライパンとまな板ぐらいでしたら洗えます。これ以上になってくると一気に洗うのは難しそうです。はい、綺麗になりました。お肉を焼いた匂いも今のところは感じません。ずっとベンチレーターを回してます。明日の朝ちょっと散歩してからまた入ってチェックしますが、多分大丈夫だと思います。現在の外気温は 21.9 度、中の温度はベンチレーター回していたんで 23.6 度まで下がってきました。で外なんですけど、ほんの少し雨が降ってきました。でこのベンチレーター少々の雨だと入らないと思うんですけど、一度チェックのためにこのまま回しておきます。今日寝る場所なんですけど、リアの2段ベッド、ソファーベッド、バンクベッド、4箇所寝る場所あるんですけど、今日はこのリアの2段ベッドの下で眠ります。横幅が70センチ、この長さが185センチあります。自分身長170なんで問題ないと思います。結構マットは厚くてだいたい5、6センチはありそうですね。でこの上に
シーツを敷いてタオルケットで眠ります。しばらく換気扇回していたんですけど、小雨でここ下は全く濡れてません。天気予報を見たら明日は4ミリと結構降るそうです。強めの雨だったらこのベンチレーターから雨が入ってくるのか、そちらも明日検証します。はい、じゃあもう今日は切っておきます。はい、ここに寝た感じ、窮屈さはあまり感じません。天井もそこまで低くないんで圧迫感はそれほど感じません。また明日の朝ですね、起きて寝心地などをお伝えしたいと思います。ここにライトあるんですけど、この手元で消すことはできません。なので入り口のスイッチ消してから真っ暗な状態でこっち来ないといけません。まあ言うてもこの距離なんで全然問題はないと思います。さあ明日はいよいよ山ワインディング走ってから高速道路も乗ります。やはりキャブコンのデメリット、風の煽りですよね。高速道路はあれがめちゃくちゃ怖いんです。この足回り強化されたお原プロ、どういう走り見せてくれるか楽しみです。揺れないキャブコン誕生するんでしょうか。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。寝返りもこんな感じで体を横にすることは可能なんで、比較的楽に眠れました。起きてすぐこの小窓から外の天気見れるのと光が入ってくるのは嬉しいですね。ただ一つ気になることがありました。リアのベッドに寝てるとすぐ横に冷蔵庫があるんですね。でコンプレッサーを待ってる時に結構ブーンと音しますんで、自分は大丈夫だったんですけど、気になる人は眠れないかもしれません。今日は曇りと雨なのでソーラーの発電はあまり期待できません。サブバッテリーの残量がもう 12% ですね。かなりなくなってきました。今電気つけてるだけなんですけど、消費電力は 80W もあります。この LED が結構電気消費するんですかね。一回切ってみます。 LED の完成照明切ると 13W にかなり下がりました。お昼は窓からも光入ってきますんで、この照明でいいかもしれません。軽く道の駅散歩して、車内に入ってきた時に匂い残ってるか確かめます。いやー、気持ちいい朝です。駐車場のすぐ後ろは山になっていますんで、やっぱ匂いが違いますね。マイナス4で溢れています。ただ前の道路は結構交通量多いんで、車の音はある程度聞こえました。道の駅のショップのすぐ横にトイレがあります。直売所は朝がまだ早いんで営業されてないですね。今日の夜の食材で野菜買いたかったんですが、また別のスーパー行ってみます。さあ、それでは花も外に慣れたんで車内に入って匂いを確かめます。すぐ横には旅する家の物語さんのような自作の DIY の軽トラックがあります。かっこいいですね。大丈夫ですね。食べ物の匂いはしません。ほんのりおっさんの匂いはします。今回はこのマルチルームに生ゴミなど入れましたんで、全く匂いはしません。しっかり換気扇を回して車内の空気を入れ替えてあげれば車内調理も可能ですね。いただきます。いやー、今日は暑くなくて助かりました。今外の気温が23度くらいなんですけど、もし暑かったらバッテリー全然ないんで DC12V クーラーが使えなくて汗だくになっていたかもしれません。クーラー使うなら 100A では足りないですね。今日は曇りと雨で比較的涼しいんですけど、明日はすごく暑くなるようです。その時までにバッテリー回復してたらいいんですけど。それでは道の駅から移動して朝ごはんをいただきます。でここからですね、山の中入っていくと前に行った宮ヶ瀬という湖があります。その先に相模湖行く途中にすごいくねくね道あります。これは急カーブの連続だと思います。ここ通ってコーナリングを確かめます。それでは安全運転で再出発します。道の駅清川さん、ありがとうございました。はい、
早速きつい上りに入ってるんですけど、制限速度40キロでほとんどアクセル7割ぐらいですね、踏んでキープしてます。でここからさらに強く踏むと、はい、そうですね、少しだけ加速してくれました。なので多分制限速度プラス10ぐらい、50キロ付近は出るんじゃないかと思います。やっぱり上りには弱い印象です。今これ1人で車中泊の荷物積んでるだけなんですけど、あと家族2人とか家族の荷物積むと多分制限速度の40キロがギリギリじゃないかなと思います。うわー、ここのトンネルすごいな、雰囲気あります。やっぱり宮ヶ瀬ってダムなんでいろいろあるんですかね。さあここから道が細くなってきついコーナリングが続きます。はい、かなりきついコーナリングが続いてます。ロールはやっぱりします、このぐらいのコーナリングは。ただですね、もう本当にキャブコンだったら山道も二度と走りたくないというぐらい揺れるんですけど、これは普通車で揺れるなぐらいで済んでます。なのでやっぱりコーナリングにはかなり強い方のキャンピングカーだと思います。あれ、ここめちゃくちゃ狭い。なんか通れないですね。これは車幅2メーター以上の車両は通行できません。この車は2メーター9センチなんで通行できません。残念です。はい、じゃあ U ターンして引き返して別のルートで行きます。はい、先ガソリン満タンにしておきます。一般道山道を 85.7 キロ走りました。記録しておきます。はい、相模湖公園到着しました。本日は無料で開放されているそうです。高さ制限がありますね。2.1 メーター以上は右、普通車は左のようです。はい、到着しました。目の前には相模湖が一望できるロケーション抜群の駐車場です。公園の駐車場であってもキャンピングカーは止めれるか分かりません。今回は高さ 2.1 メーター以上の制限がありました。お花プロは高さ 2.7 メーターありますので、こちらの高さ制限のないエリアに止めました。いや、通行止めやワインディングいろいろ走ったんで少し疲れました。それでは朝食いただきます。サブバッテリー残量は約1時間半走行して 53% まで増えました。これは走行中の発電量をスクリーンショット撮った画面なんですけど、発電量が 35.4 アンペア、467ワット発電されています。カタラ口では40アンペアの発電なんで結構いい線いってますね。でソーラーパネル200ワットも発電されてるんですけど、もう曇りだったんで多分30ワットぐらいだと思います。今日の朝ごはんなんですけど、できるだけ家と同じ環境で料理できるか確かめるためにこの鮭を焼いて和食の朝食を作ります。ご飯はレトルトの玄米をチンしようかなと思ったんですけど、これまだ使用してないみたいなんで今回はやめて、ポータブルバッテリーと炊飯器で温めていきます。それではいただきます。この鮭すごい美味しそうに焼きました。
ごちそうさまでした。やっぱり朝は鮭ですね。それではちゃちゃっと片付けて燃費の方計算します。そして最後に今回お花プロ車中泊初めて1泊2日してみて感じたメリットデメリットいろいろありましたんで、まとめてお伝えします。はい、綺麗になりました。それでは換気扇も切っておきます。朝からずっと小雨が降っていて換気扇ずっと回していたんですけど、下濡れてないですね。真下なんですけど全く濡れてません。これだったら多少の雨でも換気扇回りながら調理も可能です。最後に燃費なんですけど、走行距離 85.7 キロ、一般道と山道走りました。で入ったガソリンが 9.09 リッター、1リッターあたり 9.42 走りました。結構いいんじゃないでしょうか。ボンゴベースだったら多分7か 7.5 ぐらいだと思います。高速道路だったらさらに伸びそうですね。今日走りますんで楽しみです。それでは最後にこのお花プロで1泊2日車中泊してみて感じたメリットデメリットをお伝えします。まずは走行に関してメリットから1つ目、ロールが圧倒的に少ないです。コーナーリング時の左右の傾きですね。前後オリジナルのスタビライザー、そしてリアの強化ショックアブソーバーが効いているようです。本当にキャブコンじゃないみたいでした。街乗り60キロまでのトルクは申し分ありませんでした。パワーブスコも感じずぐいぐい進んでくれました。これは普段使いもできそうですね。次デメリットなんですけど、上りが少しきつかったです。街乗りエンジン低回転はいけるんですけど、やっぱり 1500cc のノンターボなんで上りのきつい坂道は40キロから50キロが限界でした。高速道路は上りで80キロ出るのか今日確かめます。このシートなんですけど少し癖がありました。これね結構寝そべってる状態なんですけど、これが一番起こしてる状態です。こうやって前に行けるんですけど、これでは固定されません。これが一番起こしてる状態になります。なので人によると思うんですけど、こうやって寝そべって運転する方はいけるんですけど、ちゃんと体を起こして運転する方はここに空間ができてしまいます。あと意外とシートの位置が高くて、こうやって見るとこの上の信号が見にくかったです。自分は170センチです。そして次は家具のきしみです。内外装編でこの騒音がよくこの辺から聞こえるというのをお伝えしたと思うんですけど、実際に走ってみると結構家具のきしみが聞こえました。この上の家具の収納とかですね、その辺からよく聞こえました。ただキャブコンはきしみ音多いものなんですけど、それに比べてもちょっと多かった気がしたんで、あえてデメリットとしてお伝えさせてもらいました。こちらの車両はプロトタイプなので量産型は改良されているかもしれません。そして自分が乗っているライトキャブコンボンゴベースと比べて良かったところ悪かったところを簡単にお伝えします。まずは良かったところ、燃費ですよね。タウンエースの方が燃費が1リッターあたり2キロぐらいいいようです。そしてオートライトがありますので、トンネルの時いちいち電気つけたり消したりしなくていいです。こんなんはもう今は標準なんですけど、やっぱりボンゴベースは昔の型なんでこれもついてません。そしてデメリットは 300cc の差、パワーの差ですね。やはり乗るとパワーの違いはよくわかります。ボンゴベースもパワーないと言われますが、タウンエースに比べるともうちょっと坂も楽に走り、高回転の伸びもよく、高速道路も比較的楽に走れます。 300cc の差は低回転というより高回転に差があるような気がしました。それでは次は内装編のメリットデメリットです。その前にこのクーラーに関してなんですが、要チェックになりました。というのも今回外気温27度曇りで検証しましたが、冷えるには冷えるんですけどキンキンまでは冷えませんでした。ということは晴れて炎天下の中ではあまり冷えないかもしれません。ただ明日のお昼ですね、30度ぐらいまで上がるようなので再検証します。このソファーとベッド厚みがあってすごい座り心地、寝心地が良かったです。ベッドはこんなにも分厚くて、ソファーはさらに分厚い気がします。やっぱり長時間座る場所なんでこの座り心地は大事だと思います。バンクベッドの寝心地は今日の夜高速道路で車中しますんで、その時に上で寝てみます。このテーブルが L 字なんで、ここですね、このスペースが広くてかなり使いやすかったです。これなら家族で車中してもトイレ行ってキッチンとか料理したりとか全然同時進行いけると思います。やっぱりこの照明ですね、間接照明もたくさん入ってます。コストを削減したキャンピングカーなのに中の空間は抜群です。問題点としてはこの間接照明の消費電力は高かったですね。あとはここキッチンも間接照明結構おしゃれなの入ってるんですけど、ここがねちょっと熱くなってました。この辺は問題ないかもしれないんですけど気になったんであえてお伝えさせてもらいました。
でやっぱり寝るときここだけ独立した照明あったら嬉しいですよね。全部消して最後にここ消すだけで眠たくなったらそのまま眠れそうです。このクーラー前、ここに結構広めのスペースがあります。風出るんであんま置けないんですけど、ここに調味料置いたりとか、とりあえず一旦置き場としてすごい優秀でした。あとは入り口の上などですね、ここも軽く物が置けます。収納じゃないんですけど、一旦置く場所っていうのはキャンピングカーあったらかなり便利なので、これはいいなと思いました。いろいろ DIY して収納棚つけていったら快適になりそうです。次デメリットなんですけど、1つ目、電源。クーラー使うならサブバッテリー 100Ah では足りませんでした。標準で入っている 100A のリチウムバッテリーではこの DC12V クーラー約3時間ぐらいでした。やっぱり 200Ah できれば 300Ah 欲しいですね。 100Ah でいって調理するならもうポタ電は必須になると思います。ただ車内で寝るだけという方なら、寝る前のクーラーと朝起きてから日中のクーラーだけで大丈夫でしたら 100Ah で足りるかもしれません。あとこのアプリで残量計わかるんですけど、毎回このデバイスリスト、そして追加で Bluetooth この接続バッテリーをオンにしないと毎回分かりません。ちょっと時間がかかりますね。はい、接続されました。現在 44% まで減りましたね。今日また高速道路走って何%増えるかチェックしています。この入り口にあるバンクベッドの台ですね、ここの棒なんですけど、ちょっと毎回入れるとき当たりそうになります。軽くかがまないといけません。そして下との高さが結構ありますので、毎回よいしょという感じで登ってこないといけません。ステップはないようです。雨の日や怖い場所など便利なウォークスルーなんですけど、ちょっとやりにくかったです。まずこの中央にテレビがあります。ただこれは跳ね上げると上に行ってくれます。まずこのぐらい上に行きます。行けんことないんですけど、次このソファーをどかしていくんですけど、この助手席倒すのは難しいんですね。助手席倒すレバーはこっち側じゃありません、反対側です。ただここはこんな感じで家具があるんでもう手がいきません。反対側運転席のレバーは手届こうと思ったら届くんですけど、もうかなり伸ばさないといけません。なのでウォークスルーはできないと思っていた方がいいかもしれません。そしてこの換気扇ベンチレーターなんですけど、これ日本語じゃありません、中国語で書かれています。コストを削減して低価格になったので仕方ないんですが、ただこれちょっと気になる人は気になると思ったのであえてお伝えさせてもらいました。実際にここで車中飯作ってみて感じたデメリットありました。やっぱりここに調理台欲しいですね。これなら DIY とかでなんか作れそうな気もします。これだけでは少ししんどかったです。一旦こっちのメインテーブルに食材を置いたり、このクーラーの前の台のところに一旦置いたり、自分は2段ベッドつかなかったんでこんな感じでティッシュなどもう全部置いてます。こんな感じで分散しておけば問題なく使えましたが、ここにあった方がもっと便利かなと思いました。ただここのテーブルも料理しない方であれば全然いらないと思います。そしてこのギャレー周りの収納棚なんですけど、これ開けようとするとこんな感じで下から上に開くんですね。こっち側も下から上に開きます。なのでせっかくの収納が調理しながら使いにくかったです。冷蔵庫の騒音は朝お伝えさせてもらったと思うんですけど、ちょっとあえて最後にもう一回入れておきました。この騒音がすぐ横、リアベッドの横なんで結構聞こえます。ただ自分はよく眠れました。これは人を選ぶので実際に確認した方がいいと思います。以上が今回感じたメリットデメリットになります。どうでしょうか。自分的にはここで車中してみてすごい楽しかったです。もう1人2人で使うならこのレイアウトは最高です。今回マルチルームにトイレは仕込んでないんですけど、もうトイレ仕込めば本当に車中スポットも選ばないんでどこでも食べに行けます。あと一つ確かめたいのが高速道路での走行性能です。それを体感するため今から高速でも食べに行ってきます。この足まで強化されたお花プロなら風の終わりで揺れたりしないかもしれません。楽しみです。そしてボディの遮音性ですね。高速道路の喧騒の中寝て確かめてみます。着きました。大きな声になると思います。この中に音が溜まるんですかね。はい、現在ですね、左側何もないところで結構風が当たってビュンビュンを言ってる